開発した無限軌道ミニ四駆。良い感じに雪上を走ることができたのだけど、改善したい点がいくつかあった。ので、今回は進化版を開発していく。主な改善点は、1、履体。前回は柔らかい素材で作った履体部分。今回はより高性能な市販の組み立て式を使う。2、ロードホイール。前回は省略してしまったけど、今回はロードホイールを装備して性能アップを図る。というわけで開発を開始する。基本構造は前回と同じく、ミニ四駆のシャフトから取り出した動力を、いくつかのギアで下に伝達し、スプロケットを駆動する方式。前回断念した4履体を実現すべく、4個のアイドラーホイールと、多数のロードホイールを配置。これらに合わせてフレームを作れば、3D データ完成。部品点数がとても多いぞ。3D プリンターで召喚中。今回こんな感じの調整機構を導入してみた。無段階で履体の張り具合を調整できる。ユニットアッセンブル。かける2個。駆動チェック。なかなか良いぞ。ベースのミニ四駆はこちらの、ブロッケンギガント。かつてオフロード走行用に作ったマシン。シャーシはスーパー FM。関係ないけど透けてるギアカバーって良いよね。タイヤを外して、ギアを1個外しておく。リアの軸受け代わりにマグネットを搭載。これに先ほどのユニットを装着すれば、無限軌道ミニ四駆界、完成だ。重厚感がたまらんな。ここで、これは四駆なのと思うかもしれないけど、4つの履体を駆動しているのでよしとしよう。ちなみに重量は約 266g。通常のミニ四駆の2倍以上の重さになってしまった。サイズはギリギリだけどミニ四駆の規定内に収まっている。つまりこのコースを走れるということ。シェイクダウン行ってみよう。車体を開いて。スイッチオン。ゴー。ほう。なかなかスムーズに走れているのでは？4つの履体をぶん回している割に、音はそこまでひどくない。きっと駆動が優秀なのだろう。まあボールベアリング30個も使ったけど。レーンチェンジはどうだ？スムーズにクリア。タイムは 18.86 秒。次は枯れた芝で走らせてみよう。ゴー。おお。こうして見ると結構な速さに見える。スローで見るとこんな感じ。かなり余裕のある走りっぷりで、安定しすぎているせいかちょっと合成っぽくも見える。そしてノーマルモーターの割にパワフルなので、雪上走行にも大いに期待できるぞ。雪。南岸低気圧とやらの影響で大雪が降った結果、公園の駐車場が一面真っ白になっていた。ちょっと雪が深すぎる気もするけどなんとかなるだろう。早速走らせてみよう。ゴー。おお。良い感じに走れているぞ。4個の履体の恩恵で接地面が大きいので、雪に埋もれることなく進めている。この先雪がボコボコだけどどうだ？これくらいの凹凸なら問題なさそう。ちなみに私の足には履体がついていないので、雪に足を取られて撮影がとても大変。コースを作れば良いのでは？というわけで雪を踏み固めてコースを作ってみた。醜いけど8の字の周回コースになっている。路面はかなりボコボコだけど、無限軌道の走破性なら余裕で走れるはず。これで追いかけなくても定点で楽に撮影できるぞ。スイッチオン。ゴー。あ。壁に刺さってしまった。冷静に考えたらローラーは接触面が小さい。つまり雪の壁には無力。あれを使う時が来たようだな。こんなこともあろうかと、対雪壁用ガイドボードを作っておいたのだ。これで壁に刺さらなくなるはず。スイッチオン。ゴー。よし、曲がれてしまった。この角度だとマシンが見えない。結局足を動かして撮影するしかないみたい。細いコース内を後ろ向きに走りながらの撮影。むしろ難易度が上がってしまった。マシンの方は壁に刺さらずにしっかり周回できている。
なんか楽しくなってきたな。ちょっとコースを進化させてみるか。というわけで立体交差を作ってみた。雪のトンネルコースのワクワク感は凄まじい。まずは橋の上を渡る。ぐるりと回って。次はトンネルの下を通過。こりゃたまらん。さて、ここまでノーマルモーターで走らせてきたのだけど、もっと速いモーターにしたらどうなるのだろう。気になるので。禁断のプラズマダッシュモーターと、過激なバッテリーを召喚。電圧は2本で 8V オーバー。こういうのは一気にパワーアップした方がわかりやすいはず。果たしてどんな走りになるのか。スイッチオン。音やばいな。ゴー。おっと。壁に刺さってしまった。コースの外でリトライ。ゴー。ああ。やばい。追いつけない。止まった。もう一回やってみよう。ゴー。やっぱり速い。刺さった。スローで見てみよう。強烈なトラクションで一気に加速。雪面を跳ねるように走っている。大きな穴は勢いで通過。ここで大きくジャンプ。埋まってしまったかと思いきや、まさかの再浮上。やはりパワーは全てを解決する。体力的にこれがラスト。ゴー。ケツから刺さった。スローでリプレイ。人間の足跡程度の穴なら飛び越えられるみたい。豪快に雪を蹴散らしている。そしてジャンプ。走破性は高いけど刺さり方によっては無力。今回は無限軌道ミニ四駆の進化版を開発。4個の履帯を駆動する方式で高い走破性を実現した。また、雪壁用のガイドボードを装着することで、雪で作ったコースを走ることができた。雪さえあればコースが作り放題なので、また大雪チャンスがあればもっと面白いコースを作りたい。ユニット自体はかなり完成度が高くなってきたけど、無限軌道以外の方式も面白そうなので、新たなユニット開発にも挑戦してみようと思う。おまけ。遠隔操作可能な自作車足にユニットを装着。ゴー。左右の駆動が独立しているので、回転差で曲がることができるはわ。仕切り直し。ゴー。この車足だとギア比は約 25.8 対1なので、ちょっとした斜面なら余裕で登ることができる。もちろんその分トップスピードは控えめで、下り坂でもあまり速度が出ない。プラズマダッシュで爆走も楽しいけど、走破性の高いマシンを自在に動かせる、というのもまた違った楽しさがあって良い。